皆さんこんにちは。ザ・リアル京都のゆうごです。今日は5月13日、今京都御苑、京都御所の前に来ています。見てください。京都御所、なんで僕が来ていると思いますか？ヒントは今映像に映ってる座席を見たらなんとなくわかる方も多いんじゃないでしょうか。なんと今日5月13日の翌々日、5月15日はですね、京都三大祭りの葵祭りが開催される日付となっております。雨の降った日とかはね、翌日に巡転したりするんですけど、何もなければ、5月15日に毎年開催されるお祭りです。このね、今画面中央の京都御所、この門から、約8キロにわたる貴族の隊列がですね、この道をまっすぐ、今椅子がね並んでる道をまっすぐ出ていきまして、その後下鴨神社に行き、上鴨神社に行くというコースで、歩いていくと、巡行するというのが葵祭りなんですけども、今日はね、その葵祭りで、貴族たちが歩き回るコースを、全く同じコースを約1時間半ぐらいかけて歩いていきたいと思います。で、歩いてる最中にですね、葵祭りの、紹介であったりとか説明であったりとかもしていこうかなと思っています。葵祭りをね、知ってる方もいると思うんですけど、知らない方の方が、もしかすると多いかなと思うんで、そういうのもね説明しながら今日は歩いていきたいと思います。いやでもね、それにしても皆さん見てください。もう晴天すぎる。雲一つない。ほんまに。いや、こういう時に暖かくなってきたこういう時にね、気をつけないといけないのはカメラの熱暴走なんですよ。だからちょっとね、合間合間でカメラが切れながら撮影することになるかもしれないんですけど、そのあたりはご了承くださいというところで、まずこのスタート地点、京都御所の門からちょっとちらちら見ていきましょう。いや、すごいですよ。この中に京都御所がありまして、この御所の中からね、この門を通って、貴族たちが約8キロにわたる行列が出てくるというふうに言われています。そしてですね、この今もう絶賛準備中、あさってに向けてもう1日で準備終わらないんでしょうね。絶賛準備中のこの両サイドの有料観覧席ですよ。これがこの有料観覧席の間を通り抜けていくと、もしかするとこの有料観覧席の間を貴族の気分で通れるのは、もしかしたら今日と明日だけなのかもしれない。ということで皆さんぜひ貴族になったつもりでこの動画見ていていただければいいんじゃないかなと思います。本当にあさってのね、葵祭りで、貴族の方々が歩く道が今私が歩いている道になります。もうこの両サイドにね、当日になったら、おそらく何万人という方がいらっしゃるんですよね。じゃあ軽く葵祭りの説明をさせていただきます。葵祭りというのはですね、京都の三大祭りの一つとなってます。で、毎年5月15日に行われるんですけど、下鴨神社と上鴨神社を、巡行すると、京都御所から始まり、下鴨神社、上鴨神社と、貴族の列が巡行するというお祭りになります。起源はですね、6世紀、もう6世紀ですよ皆さん。1400年前です。1400年間続いているお祭りですよ。すごないですか？めちゃくちゃすごい。金明天皇の時代みたいです。金明天皇ってもう僕全く存じ上げないんですけど、そういう名前の方がいらっしゃったみたいですね。で、目的はですね、五穀豊穣、要は穀物とかね、そういう食べ物がいっぱい取れますようにっていうやつです。
昔だったらお米とかね、今年もお米がいっぱい取れますようにっていうお祈りをこの時期にこの葵祭りを通じて神様に対して行うと。あとは疫病退散ですね。ちょっとね、僕今日喉痛めてまして、あんまり口数が減っちゃうかもしれないんですけど、ちょっと僕も葵祭りに来てね、この疫病退散の恩恵を受けたいと思います。ちなみにあさっての葵祭り、できればなんですけど生放送したいなと思ってます。生放送、この貴族たちと一緒にね、僕も貴族を追いかけながら、YouTube ライブをしたいなと思っております。目的はそんな感じ。ちょっと話めっちゃそれたんですけどね、五穀豊穣と疫病退散で、名前の由来は葵の葉を飾るということから葵祭りと言われているようです。というか見てください、皆さん。もう貴族になるとこんなにたくさんの椅子に座った人に眺められるんですよ。やば。そしてここ普通に今一般人である僕が歩けているというのはなんか感慨深い。ちなみに、葵祭りの正式名称は鴨祭りと言われています。こんなところがなんか葵祭りの、由来であったり歴史であったりなんですけど、あさっての15日はですね、路頭の儀という儀式と車頭の儀という儀式が行われるようです。その説明もね、後ほど詳しくしていきますが、観覧スポット、こうやってね有料観覧席が置かれるスポットは、3カ所あるというふうに言われていまして、ちょっと僕もざっくりとしか覚えてないんですけど、この京都御所のこの今ね両サイドにある、京都御苑内京都御所前のこの有料観覧席の他に、下鴨神社と上賀茂神社にも有料観覧席が設置されるようです。なんかこのお祭りの前のこの準備とかもなんか見てて面白いですしね。今京都に観光に来てる方、明日の5月14日とかこの辺りで見に来たら面白いんじゃないでしょうか。ぜひぜひ来てみてください。で、だいたいスタートはですね、午前10時半頃です。京都御所を、ここですね、行列が出発し、最終的に上賀茂神社に到着するのは15時半頃と言われています。で、また儀式が行われるみたいですね。で、当然のように、この約8キロにもわたる、行列が、8キロにわたる行列、ちょっとなんか僕今8キロって言ってておかしいなと思っちゃったんですけど、貴族が8キロもほんまに並ぶんかな。僕もなんか去年葵祭り撮影したと思うんですけど、なんかほんまに8キロあったかな。ちょっとね、さすがに一人で全部見切れないんで、スケール持って定規持って行列の長さを測るわけにもいかないですから、ほんまに8キロあるのかな。ちょっと今チャット GPT に聞いてみます。葵祭りの行列は何名で何メートルぐらいですか？約500名みたいです。8キロじゃない、800メートル、全長800メートルの、行列が8キロの道のりを、約5時間かけて歩くようです。それを今日の動画では1時間半に、凝縮しようと、1時間半でそのコースを歩き切ろうという無謀なチャレンジを今しようとしています。はい。さあこの辺りでですね、京都御所を
京都御苑の中を、抜けることになります。でこの門からですね、この行列が出ていきまして、いや、もしかしたらこの門の隣の門かもしれへん。ちょっとごめんなさい、門の位置は門がねいっぱいあるんで、もしかしたらこの門じゃないかもしれないんですけど、まあちょっとそこはご愛顧ということで、そんなに位置は変わらないです。こっち側です。南側の門です。南側の門のどれかから出ます。でね、今ね、この丸太町通り、結構ね、ちょっと最近京都で水道管が破裂する事案がありまして、その影響か分かんないんですけど、この水道管の舗装工事されてるんですよね。だからもしかすると、こっちの門から出るはずやったら、ちょっとその門からは今回は出ないかもしれないですね。分かんないです。どこの門から出ることになるかはちょっと分かんないですね。こういうイレギュラーなこともちょっと起こってるみたいなんで、そうそう、ちょっとね今これ拡大してみましょうか。皆さん分かりますかね。なんかクレーン車があったりとかすると思うんですけど、今ちょっと水道管の舗装工事してるみたいです。もしこっちから出るはずやったら、ちょっとこっちじゃなくなるんじゃないですかね。まあコースとしてはこっちなんで、こっち側に歩いていきましょう。金霊門という門から出ていくみたいですね。金霊門ってどこだろう。京都御苑の金霊門から出ていくみたいですね。建てる礼拝の礼、門と書きまして、おそらく多分読み方金霊門だと思うんですけど、そこから出ていくようです。で、当然のように、私今歩道を歩いてますけど、葵祭のね、貴族の巡行はこの車道を、交通規制して、車が通れなくして、この車道を歩かはります。僕さっきから貴族の列、貴族の行列と言ってるんですけど、本当にね、当時の服装をそのまま着て、当時の雰囲気のまま、行列をなすようなので、海外の方とかね、初めて見る方はすごい驚かはると思います。こんな今の普通に現代人のような洋服ではなくてですね、和服です。ほんまに和装です。和装で歩かはります。
いやー、今ね、京都の気温本当にめちゃくちゃ暑いですわ。ちょっともう早速カメラがオーバーヒートしちゃって撮影止まっちゃいました。今の現在の京都の気温、5月13日14時時点で27度です。暑い。もうね、 T シャツ短パンに帽子かぶってないと結構しんどいですわ。はい、ここで、丸太町通りと河原町通りがクロスする河原町丸太町に合流します。目印はびっくりドンキー、目の前のびっくりドンキー、あと美味しいラーメン屋さん、そこに丸太っていうジャパニーズ混ぜ麺のラーメン屋さんですね。丸太っていうラーメン屋さんがあります。ここが河原町丸太町で、ここを左に曲がります。だいたいここに到着するのが11時ぐらいとされてます。でちょっと信号を渡っちゃいましょう。さっきも言ったんですけど、歩道を僕は今歩いてるんですけど、当日は車道を貴族たちが歩きます。で交通規制が入るんで、ここはバスとかも走らなくなると思います。よいしょ。この今車がいる道を、貴族たちが歩きます。ちょっとね、観光に来られる方、5月15日に京都に観光に来られる方、一つ注意していただきたいのは、バスがほんまに全然動かなくなります。なんでバスでの移動は当日はちょっと控えた方がいいかなと思います。タクシーもね、なかなか難しいと思います。なんでもう当日は地下鉄を使って移動していただければなと思います。あ、僕の大好きな混ぜそば屋さん、きらめきの鳥があります。なんかこんな感じでちょっと僕の大好きなお店も紹介しつつ、明後日のね、葵祭の道案内していけたらなと思います。ちなみに明後日5月15日の天気、ちょっと今のうちに調べておきましょうか。明後日15日の葵祭の日の天気は晴れのち曇りです。でもお祭り中はほぼ晴天ですね。ちょっと雲があるぐらいだと思います。そんな感じの天気予報になってます。ちなみに明日は5月14日は京都晴れなんですけども、カンカン照りの降水確率 0% のカンカン照りの晴れなんですけども、なんと気温が29度です。もう夏やんもうどうなってんのほんまに。まだ5月やのに。
何やら右側では水道管の工事がされています。なんか水道管、京都の五条通りのねメインの通りの水道管が破裂して地面から水が湧き出るという、もうとてつもない事件が最近あったんで、結構シビアに見てるんでしょうか。水道管工事がちょくちょく目立ちます。ちょっとだけめちゃくちゃ道路が補正されてる。あさってのお祭りのためですかね。すごい道路が綺麗です。もう新品なんちゃうかと思うぐらいめちゃくちゃ綺麗に道路が補正されてる。京都府立文化芸術会館が歩いてる途中に見つかりました。もうこういうなんか葵祭り見ながらいろんなところ、京都のね今まで行ったことないような観光スポットを巡るのもありかもしれないですね。入館者数1000万人いったみたいですね。すごい。右手に見えるのは京都府立病院ですね。京都府立医科大、頭のいい人が通ってる大学です。皆さん京都は路上喫煙禁止ですからね、やめときましょうね。長いな。下鴨神社までの距離結構ありますからね。でしかもあさって27度ですよ。かわいそうやな。和装ってねすごい暑いんすよ。本当に暑い。その服着て約8キロ歩かさせられるって、お祭りの方もねすごい大変やと思います。いや本当に感謝しましょう。
マジでこの1400年文化をつないできてくださっている方々に感謝。いや絶対時間間違ってるやろこれ。8時45分になってる。全然今14時です。14時59分。マジで暑い。ほんま暑いっすわ。冷やしうどん食いてほんまに暑いっすわ。ちょっと皆さん、今見てくださってる皆様、いいねを押してください。そしてコメント書いてください。マジでお願いします。暑すぎ。お、来ましたよ、今出川通り。ここは河原町通りと今出川通りがクロスするところなんで、河原町今出川と言います。
ここや。ここを曲がります。多分ここ。多分。いや間違ってないはず。ここを曲がって100メーターぐらい行くと、下鴨神社ですね。皆さんおなじみの鴨川デルタがあるところです。マジで天気ええな。ここから大文字も見れます。大文字が光ってたらですけど、綺麗な鴨川が流れています。もう水がめちゃくちゃ綺麗ですから、鴨川。この辺でね、木陰で、あの辺りの木陰で日向ぼっことか皆さんいかがですか。しゃさあ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 、渡らせていただきましょう。あ、これは違う気がするぞ。道ミスった気がする。こっちかな。ちょっとの間、もしかすると明日、明後日通らない道を歩くかもしれません。歩いているかもしれません今。もう一個ちょっと道奥やったっすね多分。あ、でも間違ってない気もする。下鴨神社見えてきたし、しかも結構鳥居、これ絶対スタート地点でしょ、下鴨神社の。何の森でしたっけ。忠須の森や。忠須の森、これが忠須の森の入り口な気がする。だから明日はこっから、明日じゃない、明後日はこっから貴族の人たちが入っていくんですかね。ほら、鴨御祖神社、ほら下鴨神社。今多分ここなんちゃうかな。いや違う気する。それいやここな気する。まあ、全体がこんな感じということで、下鴨神社入っていきましょう。あ、そうそう、ここが旧三井別邸ですね。三井家の三井といえば財閥ですよ。金融とか三井なんとか銀行とかあるじゃないですか。その三井家があった場所ですね。ここも重要文化財とされていて、平日500円休日600円で公開されてます。中ではなんかお茶とか飲めるみたいなんで、ここもなんかぜひこの辺りまで来たらぜひ行ってみてください。すごいですよ、ほんまにめちゃくちゃすごいいいんですよ。重要文化財ね。ちょっと受付ぐらいまでちょっとだけ寄り道して受付ぐらいまで行きましょうか。あ、ちゃんとお手洗いもあります。うわ、これが普通一般人の家ですよ、昔の。
ごくないですか。ちょっと小映えがすごいですが、うわすごいな。考えられないですわ。こんな家に住んでみたい、ここが受付みたいですね。ここが受付。この中のお庭がすごい綺麗みたいです。ぜひ皆さん興味ある方は行ってみてください。葵祭り終わってからも多分全然時間的にも間に合うんじゃないですかね。何時ぐらいまでやろう。17時まで、16時最終、16時半最終です。なんで葵祭り終わってからも全然間に合いますね。鳥居、天神宮社、なんかなんやろこれは。ちょっと詳しくご存知の方いたらコメント欄に書いてください。さあさあ、ここから本格的に下鴨神社に入っていくんですが、5月15日当日の時間でいうと、ここに11時40分ぐらいに到着するようです。だからさっきの京都御所、スタートの京都御所を出るのが10時半なんで、大体ここまで1時間半ぐらいかけて来るみたいですね。鴨茶資料館、ここもなんか特別拝観いつもやってはります。拝観料1000円です。ここから本格的に下鴨神社の忠須の森に入っていきます。うわ緑きれいやな。本当に新緑っていう新しい緑と書いて新緑のめちゃくちゃ鮮やかな緑、めちゃくちゃ綺麗や。この辺りではね、もうザ・リアル京都チャンネルではもうおなじみ中のおなじみな場所なんですけど、このね両サイドのもみじ、秋になるとめちゃくちゃ綺麗になります。めちゃくちゃ綺麗になりますから、ぜひとも来てください。ほんで下鴨神社の紅葉が一番京都の中では遅いんですよ。確かね去年は1月になってもまだ赤いもみじ残ってたような気がします。下鴨神社のもみじが一番遅いです、赤くなるのが。なんで紅葉の時期逃した方とかね、ぜひ下鴨神社にちょっと遅れちゃったっていう方はぜひ下鴨神社に紅葉を見に来てください。さあ、心優しいベンツのゲレンデとマツダの K が席を譲ってくれました。席をというか信号を譲ってくれました。さあこれが下鴨神社の入り口です。多分
これはあさってのなんかなんでしょうね、なんか使うんでしょうね、受付かなんかなかな、わかんないけど。さあ中に入っていきます。で、下鴨神社の中でも、儀式を行うんですけど、その儀式がだいたい2時間40分ぐらい下鴨神社内で儀式があります。かなり長いですよね。かなり長い。ここです。お、なんかもうすでになんか規制線が張られたり、なんかブルーと白色のなんかが飾ってあったりなんかしますけど、さあここは忠須の森です。もうね、もうさっきまで暑い言うてたじゃないですか。めちゃくちゃ涼しい。もうこの木漏れ日最高です。直射日光当たらないし、しかもここに川も流れてるし、結構涼しいんですよ。やっぱね、この涼しいからこそ秋のもみじがね遅いんです、ここは。で結構湿度も高くなって、冬場とかねもう結構ジメジメしてます。結構湿度高い、夏場も湿度高いんですけども、すごい夏はねすごい居心地がいい場所やと思います。で下鴨神社でどんな儀式があるかというとですね、下鴨神社では11時40分頃に着いた後に境内で社頭の儀が行われます。勅使と言われる方が神に奉納をします。ちなみに勅使というのはですね、天皇の使いとして、選ばれた人みたいで、天皇がね直々には神様に奉納はしないんですけど、天皇の使いとして選ばれた人が勅使と言いまして、その方が下鴨神社で神様に奉納されると、それが下鴨神社での、社頭の儀というものみたいです。お、有料観覧席が作られてます。ここにこんな場所にこれちなみに下川なんですけど、こんな場所に作られてますわ。すごいな。暑いの苦手な方は御所の有料観覧席はちょっとやめた方がいいかもしれないですね。もう周り直射日光を遮るものが全くないですし、当然のように日傘とか差しちゃダメなんで、もうめちゃくちゃ暑いしめちゃくちゃ日焼けすると思います。で下手したら帽子とかもね、でかい帽子とかはあんまかぶったらあかんかったりすると思うんでね、後ろの方の迷惑にもなるんで、だから暑いのが苦手な方はこういうね下鴨神社のこの木漏れ日がこぼれるようなこの場所でね有料観覧していただいたらいいんちゃうかなと思います。いやそれにしても綺麗や、ほんまに緑が。もう忠須の森な、本当に僕めっちゃ好きなんですよ。もうなんかベンチで寝転がったりとか、ブルーシート引いて寝転がったりとかしたいぐらい。しかも湿度も高いから、なんか喉とかにも良さそうやし。さあ中に入ってきました。下鴨神社の
ちょっと一礼しまして、あ、こんなんいつもない。絶対あさってのお祭りで使うやつや。こんなんいつもないですよ。あれじゃないですか、お偉いさんがなんかお祭りを眺める場所なんじゃないですかね。なんかこういうのあるし、この顔が見えへんようにするやつ、これありますから。どうなんやろ、どんな場所なんだろう。さあここでしょうね。ここでおそらくこの前にある台の上で車頭の儀が行われるんだろうと思います。この境内のこの場所ですね。さあ今準備が着々と進んでおります。ここの辺りも有料観覧席になるんだと思います。この辺りに着くのは11時40分から14時20分までなので、ちょっとこの日の入り方を見るに、ここには上にね今屋根ありますけど、こっち側の座席はねちょっと直射日光当たっちゃうかもしれないですね。逆にあっち側の座席はすごいいい感じに日差しを浴びなくていいと思います。さあこれが下鴨神社、5月13日時点の下鴨神社です。おそらくこの舞台の上で社頭の儀が行われます。そんでもってですね、下鴨神社を貴族の列はこっちの出口から出ていくんだと思います。どうなんやろ、こっちなんかな。でもね、西側から出るらしいんですよ。西側からね。だからもしかしたらこっちじゃないかもしんないけど、方向的にはこっちでやってると思います。さあここを出発するのはだいたい14時20分頃のようです。さあ14時20分に出まして、また次はですね、ここから15時半に到着予定の上賀茂神社に歩いていこうと思います。いやー大変や、マジで。どっかで休憩入らないと
直射日光で僕がダウンしてしまいそうや。さっさっさということで、またこれは何通りかな、河原町通りだと思うんですけど、河原町通りに到着しまして、次は上賀茂神社を目指して歩いていきます。この道もあさっては、貴族が通るときは、交通規制が行われます。サウナ発見。サウナって書いてある。サウナ。
お、謎のマンションに鴨祭り、これがあさっての葵祭りのことです。葵祭りの正式名称は鴨祭り。鴨祭りのビラが貼ってあります。いやー、京都市民も待ちわびているのかもしれません、あさってを。でも正直言わせてもらうとですね、僕も京都のこういう歴史に興味を持ったんが本当にザ・リアル京都始めてからなんですよね。それまで本当にあんま分からへんくて、ぶっちゃけいまだに漢字を見間違えたりとかするじゃないですか。それなんでなんて言われたらね、ほんまに知らんのっすよ。僕京都人なんですけど、金閣寺に行ったのは最初に行ったん小学校の授業で行ったんですけど、その後に行ったん大人なんてからですからね。ほんまに全然行ったことないみたいな、そんな感じです。でこれが北大路通り、ここに到着するのがだいたい14時40分とされています。でさっきこの通りから来たんですけど、次はこっちに曲がります。で鴨川を目指します。さあここをまっすぐ行けば、桜の時期とかに、動画をたくさん出したね鴨川に到着します。鴨川今の時期はね、もう桜散ってなんもない、見るもんないもんやと思いきや、結構ね新緑の鴨川も美しくて川の流れに癒されるんでね、そういうのも込み込みで皆さんぜひ鴨川も楽しんでもらえたらなと思います。ということでまた長い距離をまっすぐ歩いていきたいと思います。
茶菓子屋さん、どんなお店なんだろう。あ、葵祭りの限定商品販売してますよ。期間限定発売中。あ、葵祭りは当日限定みたいです。皆さん興味ある方はちょっとぜひ行ってみてください。あさって限定みたいです。さあ皆様、鴨川に到着です。もうね、桜は散ってしまいましたけど、桜の時期の鴨川と皆さん見比べてみてください。すごい、だいぶ白とかピンクが多かった鴨川が緑が多くなったんじゃないでしょうか。いや、いいな。僕が子供の頃はですね、この鴨川によくザリガニを取りに来てました。ザリガニとかオタマジャクシとかね、取りに来てましたよ。めちゃくちゃ綺麗やん、このアングル最高でしょう。さあこの辺りに到着するのが、14時55分とされてます。14時55分で、この橋を渡ってですね、この斜め右の道というか、まあもう今道路になっているところを歩かはるみたいですね。ここです。でここのね、横を並走したいところなんですけど、ちょっとこの横には道がなくてですね、あるのかな、ところどころある感じやったような気がするんですけど、ずっとつながってるような道はなかったような気がするんですけど、どうやったかな。ちょっとね、車も交通量も多いんで危ないんでね、どうしようかな。あ、反対側歩けるんか。ちょっと反対側行ってみましょうかね。反対側行ってみようかな。の5月15日に貴族たちが歩くこの道もね、京都市の僕が好きな道の一つでもあります。本当に結構大好きな道でですね、なぜかというと、両サイドがですね桜の木に囲まれてるんですね。で春になるとその両サイドの桜がもうほぼ満開で咲いてですね、桜のトンネルができます。でもう車とかバイクとか乗ってる人はね、ここでこの桜のトンネルを通ることができるんですけども、それがめちゃくちゃ良くてですね、僕も大学生の時、当時付き合っていた彼女を乗せてね、バイクでこの道を走りましたよ。本当に懐かしいな。これです。道ありますね。じゃあ我々もちょっと貴族の道と並走したいと思います。ただもうバッテリーが残り 18% となってますんで、ちょっとどっかのタイミングでですね、ちょっとカメラを休ませてあげたいなと思います。もうすごい交通量、ほんまに。
この辺りが、14時55分に到着して、その前後から交通規制が入ると思います。なんでこの辺りをね走るバスに乗る方も、当日はちょっと気をつけていただいたらいいんちゃうかなと思います。あんまりね、もう当日はお昼間バスに乗れないもんだと思っていただいた方がいいかもしれません。タクシーももういろんなところ迂回しないといけなくなったりとかするんでね、タクシー代も結構高くなっちゃうと思います。いやもういいですね。鴨川の滝が見えます。めちゃくちゃええわ、ほんまに。さあ撮影を始めてちょっと1時間経ちましたんで、一旦ちょっとこの辺りで一旦休憩時間をください。休憩終わったところから動画がまたスタートすると思います。ちょうどね、ここ左曲がったところに北大路ビブレ現イオンがあるんで、ちょっとそこでねこのカメラを一旦休憩させたいと思います。ということで皆さん一旦バイバイ。ということで休憩終わってきました。いやーかなり休みましたよ。かなり、ほんまにかなり休みました。ということで休憩してきました。いやほんまにマジでめちゃくちゃ休憩したと思います。1時間ぐらい休憩したんちゃうかな。おかげでバッテリーもすごい回復しまして、さっきはねここ曲がったところにある北大路ビブレ現イオンモールに行ってきました。ここから先はちょっと歩道がねないんで、横の鴨川を歩きたいと思います。いやー新緑の鴨川もいいですよね、ほんまに。ちょっと右側の道行きたいな。新緑の鴨川最高でしょう。最高です。歩いていきましょう。本当はね葵祭は横の今車道になってる車が通ってる道を貴族たちが歩かはります。ただ今日は僕らはそこを歩けないので残念なんですけど、こっち側を歩きます。いやこの撮影ね、確か僕の記憶が正しければ14時ぐらいからスタートしたと思うんですけど、なんと今16時47分。もうねぶっちゃけこれくらいの時間になってくるともう日もちょっとだいぶマシになりまして、歩きやすいです。かなり
鴨川にはこんな感じで飛び石があって、反対側に渡ることもできます。なんかカラスが騒いでる。なんかヘビ？ヘビがいるんですか？ヘビがいるみたいです。確かになんかね、水面がざわついてました。そのヘビをカラスは捕まえようとしたんでしょうね。いやー、でも本当にね、この鴨川の北の方は本当に優雅です。もう時間忘れられる。めちゃくちゃ結構鴨川といえばね、皆さん四条大橋とか三条大橋とか辺りの鴨川はね、皆さん観光に来られた方もよくいらっしゃると思うんですけど、正直ね、一番綺麗な鴨川ってどの辺りですかって言われたら、もうこの三条大橋とかからもっと北に上がったこの上流の方ですよ。ほんまにね、もっと北に上がればもっと上流なんですけど、もっと綺麗ですから。川の水もめちゃくちゃ冷たいですしね。いや、葵祭の貴族の人たちは1000年前も鴨川を眺めながら癒されてたんでしょうね。
鳥が餌を狙っています。なんか見つけたのかな。なんか足取りが速くなってきた。あら、ちょっとまだ見つかってなさそうやな。ちょっと長くなりそうなんで進みましょう。うわ、蚊柱がすごいすごい。うわうわ、すごっすごっ。すごい。うわ、この辺すごいっすわ。やば。なんでこんな虫いんの。うわうわ、また掴んだ、なんか掴んだ。もう今は収穫の時期なんかもしれないですね、餌の。
さあ皆様、ちょっと蚊柱がすごいんですけども、そろそろ上賀茂神社到着ですよ。すごいな、蚊柱。皆さん映像では見えないですよね。お、鳥が逃げちゃった。京都のね、この鴨川を北に上がってったところは結構自然が豊かなんで、こうやって、虫もたくさんいるんですけど、鳥とかもねすごいたくさんいますから、そういうのがね、バードウォッチングとか好きな人からしたらこの辺りはもう天国やと思いますよ。なぜかね、この道の中央にめちゃくちゃ虫がいるんですよ。でちょっとこの傾斜の芝生のところを歩きます。くそ。お、どっかの中学校のチャイムが。この辺りは鴨川中学校かな。天気いいです。快晴。こっち側のね芝生で寝転がるの結構最高っすよ。うわ、蚊柱がもう蚊柱対策しないといけないですね。さあここでようやく上に上がります。
さあ、あさって葵祭は、この道をねずーっと貴族たちが歩いてきて、この橋を渡るという風になってます。うわ、見てくださいよ、皆さん見て。拡大しますよ、拡大。書いてあります。鴨祭り葵祭り5月15日って書いてあります。いや、いいですね、いいですよ。もうここにもね縦札がいっぱい。5月15日葵祭りってめちゃくちゃ書いてますよ。ということで、我々は葵祭りで貴族たちが歩くであろう道の真横を通って上賀茂神社に向かっていきます。上賀茂神社、皆さん見えますか？結構準備が進んできてる気がします。上賀茂神社に到着するのはだいたい15時半頃です。いやー、長かったですよね、この道のり。5月15日のお祭り当日もですね、御所を10時半に出発して到着するのが15時半なんで、だいたい5時間後ということになってます。当日ね、ここまで到着するまで5時間貴族たちが歩かさせられると。貴族も大変ですよね。天皇のために5時間歩かなあかんと。貴族やのに。あそこ奥の上賀茂神社はコカ・コーラの自販機も侍仕様になってます。侍って書いてある。さてさて、上賀茂神社到着ですよ。鴨大社って石に書いてある。もう5月15日、5月13日ですよ、今日は。で、あさっては鴨祭り、葵祭りですけど、5月15日葵祭りですけども、上賀茂神社といえばね、今月末頃だと思うんですけど、ホタルがお尻を光らして飛びます。京都って本当にね、夜のアクティビティ少ないんですけど、その少ないながらにして珍しい夜のアクティビティがね、5月下旬になったらありますから、もうホタルがね、もうめちゃくちゃ飛んでるんですよ。めっちゃ綺麗ですから。うわ、これも早速入り口入ってすぐ見てください。皆さん、これ有料観覧席です。上賀茂神社は背もたれがありません。京都御所とか下鴨神社は背もたれあったんですけどね、上賀茂神社はないみたいです。この場所に馬が集まります。危険ですので絶対近寄らないでください。この辺りに馬が集まるみたいですね。この中かな。ほんまにあさって当日はここをだから貴族たちが歩くんですよ。我々は今その貴族が歩く道を歩いています。このしだれ桜とかも綺麗やったんですけどね、これね、これとこれ3本ありますけど、そう
西大桜と新能桜、あともう一本何だったかな、御所桜や。もう桜も散って緑になってしまってます。おそらくここに天皇がたくさん来てですね、中でまた儀式が行われるんだと思います。ここかな、もしかしてここで儀式行われるんですかね。ちょっとわかんないですけど、あ、日本の国旗が回収されてます。もう閉館するからかな。ここにシンバがいるみたいですね。お馬さんです、真っ白の。でもこの中で儀式を行いそうですけどね。そしてここが最後のポイントです。葵祭の最終スポット、ここへの到着がだいたい15時半を想定しています。で、そこから儀式があったりするんで、結局16時半ぐらいまでには終わるんじゃないでしょうか。ということで、今日はあさっての葵祭の道をね、貴族たちが巡行する道を京都御所から上賀茂神社まで約8キロ歩いてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。いや、もうすごいですよね。あさって貴族たちが歩く道を僕は今こうやって歩けてるわけですよ、皆さんと一緒に。いや、迫力が、人は座ってないんですけど、迫力があります。そして迎えられている気分にもなります。さあ皆さん、今日の動画はいかがだったでしょうか。今日の動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントも動画作りの励みになりますのでよろしくお願いします。コメントを書く際はぜひ母国語で書いてください。日本語じゃなくても大丈夫です。今実は私が向かっているのはですね、今月の下旬ぐらいから飛び始めるホタルのスポットに向かっています。この上賀茂神社内にホタルのスポットがあるんですけども、皆さん見てください。この綺麗な小川をですね、だいたい飛び始めるのが8時ぐらいですね。8時か10、19時はまだあんま飛び始めへんかった気がする。ちょっとそのあたり皆さん詳しくは調べてみてください。で、この辺をね、ホタルが飛んでる動画、実は去年出してます。3時間か4時間ぐらい定点で観測した動画を投稿してますんで、またもしよろしければ皆さんそちらの動画も概要欄に貼っときますんで、ぜひぜひ見てみてください。ということで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。バイバーイ。